こんにちは、ぴょんです。これまで YouTube で国内外様々な旅の動画を100本以上お届けしてきました。私が実際に宿泊して本当に良いと思ったところのみを普段から厳選して動画にしていますが、今回はその中でも特にオールインクルーシブがすごかったお宿を6カ所ご紹介してまいります。それでは最強のオールインクルーシブ宿6選スタートです。宮城県にある大根の花さんにお伺いしました。宮城県の南側で山形県や福島県と近いエリアです。東京から車で5時間ほどで着きました。蔵王連峰の裾野に広がる広大な森の中にある約1万坪の敷地の中に18室の離れがゆったりと佇んでいます。その18室のうち露天風呂付きのお部屋は14室あります。どのお部屋もセンスが良くてお部屋選びには苦労しました。さて、まずは一緒にお部屋に行ってみましょう。今回はおぼろ付きのお部屋に宿泊しました。料金は最後に発表いたしますので、お部屋とお食事の内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。大事なことを先に申し上げておきますと、夕朝食付きであることに加え、今回はオールインクルーシブのプランになっています。ですので、冷蔵庫の中のドリンクはお酒もジュースも全て飲み放題。お菓子をいただいても追加で料金がかかることはありません。電気ケトルにドリップコーヒーと紅茶のセットもありました。テレビは見ることがないので、これくらいで十分です。玄関を入って左側にベッドルームがあります。まっすぐに進むと森の中にプライベートテラスが広がっています。その中には何度も素敵な露天風呂が。まるで自分の家のお庭かのようで、いつでも好きな時に温泉に入れるのがいいですよね。この時は6月の上旬で美しい新緑が眩しく、森が生き生きと光り輝いているようでした。できるだけ木を切らず、自然そのままが生かされたお宿のため、テラスの真ん中にも木が立っていて、それがまた素敵な雰囲気になっています。作られた庭園ではなく、自然に包まれている森の中の温泉です。テラスから半分自然の中に浮いているような、森の中のインフィニティ露天風呂のような感じになっています。体がポカポカと温まったらベンチで涼むのもよし、お部屋から木々と温泉を眺めているだけでも癒されます。お部屋の中のご紹介に戻りましょう。こちらのおぼろ月は最大3名宿泊することができます。寝具は全室シモンズ社のベッドです。ベッドの横には3畳の小上がりスペースもあります。そしてさらに奥に洗面ルームが続いています。トイレとシャワーブース、きれいに清掃されていてピカピカの空間です。こちらのブランドのシャンプー類がとてもいい香りでした。大根の花さんにもタオルヒーターがあります。タオルがすぐ乾いてポカポカふわふわです。湯主一条さんで大歓喜していたダイソンのドライヤーがこちらにもありました。いろいろ調べていると、大根の花さんは2003年のオープンですが、きちんと部分部分に改装がされているようで、設備などがとても綺麗でいい印象を受けました。
それではお楽しみの夜ご飯です。母屋にあるダイニングこの字でいただきます。プライベート空間の保たれた個室でありながらも開放感のある心地よいお席です。オールインクルーシブのためワイン、日本酒、ウイスキー、ビール、果実酒、ソフトドリンクなどドリンクが飲み放題なのも嬉しいポイントです。嬉し里山料理。まずは一番だしが供されお料理が始まります。グリーンとホワイト2色のアスパラ、アワビと池の巻きエビ、アワビの肝ソースがかかっており、アスパラの上にはキャビアも乗っています。蔵王の山菜と魚介の盛り合わせ。白身はヒラメ、縁側も乗っていて嬉しいです。セリ、わらび、鷹の爪、三陸産のムール貝とウルイ、タコの柔らか煮とこし油。お作りのお醤油のようにこちらにつけていただきます。赤色は梅肉、黄色は黄身酒盗、緑色は春菊醤油。手書きのイラストと解説がとてもわかりやすかったです。伊勢エビと春鶏野菜のスープに新玉ねぎや新人参、春キャベツ、トマトからお野菜の甘いお出汁が、そしてお味噌をたっぷり盛った伊勢エビの豊かな旨味がスープに溶け出しています。ウイスキーの伊達とシングルモルト宮城郷を飲み比べしてみました。宮城蔵王で育てられたミスミマスを和風仕立てにコンフィ。コンフィとはオイルに浸して低温でじっくり煮るような感じの調理法です。フレンチのコースでいうお口直しのグラニテのようなルバーブのシャーベット。メインは A5 ランクの仙台牛のヒレステーキです。柔らかくて脂が多くないところが好きです。サワークリームとマスタードのソース、柚子胡椒、新じゃがいもと山形県産の根曲がり茸、小エビとたけのこの炊き込みご飯。小エビの香ばしい香りがします。自家製の浅漬けはきゅうり、キャベツ、人参などです。赤だしの中には温泉卵が入っていて珍しいと思いました。デザートは豪華なフルーツとお菓子の盛り合わせ。一つ一つ手が込んでいて美味しかったです。お夜食に笹団子をいただきました。お部屋に戻って早速コーヒーとともにいただきました。笹の良い香りがします。またのんびり温泉に入っておやすみなさい。おはようございます。美しい緑の中で鳥の声を聞きながら朝ごはんです。まず最初に運ばれてきたのは温かいスープとビタミン豊富なサラダとフルーツ。2種類の特製ドレッシングでいただきます。しばらくすると色とりどりの和食が運ばれてきました。焼きたてのだし巻き卵、カレイの焼き物、手作り豆腐、ひじき煮に牛肉のしぐれ煮、大根に味が染みていて美味しいです。貝の旨味がしっかりと出たお味噌汁、削りたての鰹節はご飯にかけていただきます。館内の施設も素晴らしすぎるのでぜひご紹介させてください。大浴場1カ所と素敵なロケーションの貸し切り露天風呂が4カ所もあります。予約は不要で時間制限などもなく空きを確認して自由に使えます。
全部で5つのお風呂を順にご覧に入れましょう。貸し切り露天風呂の朝風。脱衣スペースと洗面所、シャワーブースが屋内にあります。朝風という名前が似合う開放的で爽やかな場所。大根の花さんの温泉はすべて自家源泉かけ流し。豊富な湯量を持つ開湯400年の遠刈温泉は無色透明で肌に優しい低刺激性。保湿効果とクレンジング効果をバランスよく含んだお化粧水のような美肌の湯です。朝風のお隣にあるのは星の林。先ほどの朝風とこちらの星の林には屋内に洗面所と脱衣スペース、そしてシャワーブースが備えられています。ドーナツのような可愛いシャワーでした。4カ所ある貸し切り露天風呂はそれぞれ趣を異にする素敵な作り。木枕に頭を委ね、夜には満天の星を眺めることができます。朝昼晩と表情の変わる露天風呂を湯巡りするのも楽しみの一つです。もっと奥へと進むと渓流沿いに2つのお風呂があります。次にご紹介するのは雪待ち。利用するときには札を入浴中に変えて木の棒で道を塞ぎます。眼下には川が流れ、せせらぎの音が気持ちよい露天風呂です。大根の花さんの泉質はナトリウム塩化物炭酸水素塩硫酸塩泉。慢性婦人病、慢性皮膚病、やけど、切り傷、疲労回復などに効果があります。脱衣スペースも屋外で野趣に富んだ味のある雰囲気が素敵でした。雪待ちを後にしてさらに奥へと進むと敷地の最も奥にある秘湯のような通り雨があります。これぞ求めていた自然の癒しといった感じで、マイナスイオンたっぷりの緑の中で温泉に浸かる喜びはなんて贅沢なのでしょうか。5つ目にご紹介するのは大浴場の銀ヤンマです。銀ヤンマは左右で男女が分かれています。先ほどの4つのお風呂はそれぞれ貸し切り風呂で、こちらは大浴場ですので脱衣スペースも広いです。バスタオルが用意されているので手ぶらで来られます。スキンケア用品も揃っています。銀ヤンマには露天風呂と内風呂が両方あります。まずは右手が内風呂です。広々とした清潔感のある浴槽。洗い場も3名分あります。もう一つの扉からは露天風呂へと出れます。露天風呂も広めの浴槽です。18室の客室のうち14室に露天風呂がついているので、大浴場や貸し切り風呂が混み合うことはないと思います。5カ所のお風呂のうち大浴場のみ24時間利用可能です。館内で驚いたのがドリンクのサービスです。私が宿泊した時は15時から20時に生ビールのサービスが、16時から17時にモヒットのサービスが行われていました。温泉から上がって森の中の館内を散策しながらこちらにたどり着き、ハンモックに揺られて鳥の声を聞きながらいただくモヒートは最高でした。これらもすべてオールインクルーシブに含まれていますし、小鳥サロンというラウンジでいただけるものもすべて無料です。小鳥サロンは24時間いつでも利用することができます。こちらもまた窓に囲まれた森の中の心地よい空間で、癒しの音楽がかかる中ぼーっとしたり、本や雑誌を読んだり、そして高い確率で
森のお友達に会うこともできます。こちらは体長15センチから20センチメートルほどの野生の日本リスで、この小鳥サロンでは頻繁に会うことができますが、実は全国的には珍しい種類で、西日本では多くの地域で絶滅したと考えられています。日本リスは340万年ほど前からいたと推定されているそうです。お部屋のコーヒーはドリップバッグのものでしたので、こちらの引き立てのコーヒーを毎回飲みに来ていました。お持ち帰り用の紙カップが用意されています。サロンにはピーカンナッツチョコレート、ポルポローネのようなお菓子、ミネラルウォーターとバラエティ豊富な牛乳、アイスキャンディーまで置かれていて至れり尽くせりです。お風呂上がりにもカフェタイムにも嬉しいサービスでいっぱいです。館内には他にもユニークな施設があります。おとぎ話のような扉の向こうにあるのはどんぐりコテージです。アロマエステと溶岩浴のリラクゼーション施設です。溶岩浴はいわゆる岩盤浴のことで、この土地から採取された溶岩石が敷き詰められています。岩盤浴とは天然の鉱石に熱を加え、そこで体を温める温浴血行法です。サウナが80度から100度くらいであるのに対し、岩盤浴は40度程度と過ごしやすいです。床から放射される遠赤外線で体を内側からじっくり温めてくれ、アンチエイジングやデトックス効果があります。北海道千歳市にある支笏湖敦賀別荘青の座さんに行ってきました。まずおすすめポイントの一つとして、アクセスが非常に良好です。北海道の新千歳空港というのは日本の中でも5本指に数えられる主要空港です。ちなみに国際線も数多く就航しています。こちらはその新千歳空港から車で約50分ほどのところに位置しています。新千歳空港、JR 千歳駅、JR 南千歳駅とお宿の間をなんと無料で送迎してくださいます。本当に親切ですよね。ちなみに前回の船旅の動画はご覧くださいましたか？私は今回カーフェリーで北海道に上陸しました。苫小牧のフェリーターミナルからこちらの青の座さんまでは車で35分と近いです。フェリーの到着は13時30分、お宿のチェックインは14時と、スケジュールも無駄なく動けるので控えめに行って最高でした。北海道以外に住んでいる私たちにとって都道府県の一つとは信じられないほどの広大さを持つ北海道への旅行ではいつも以上にアクセスを重視する必要があります。北海道の中で高級旅館を探した時にまず立地という条件でこのお宿は一番であることでしょう。ただ私はこのお宿を全力でおすすめしたいのですが、その理由は立地ではありません。一緒にお部屋へと上がっていきましょう。実際はエレベーターでご案内していただきましたが、木製のアイヌ文様が光で浮かんだ壁の階段も素敵でしたので、こちらの映像をお届けいたします。2階に到着しました。今回は204号室瑠璃のお部屋でお世話になりました。料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお料理、サービスの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。扉を開けると広い玄関。まずは右側の扉を開いてみます。広々したウォークインクローゼットの中にはデスクが設置されています。箱の中には整腸薬、爪切り、アイマスク、耳栓、お裁縫セット、バンドエイドと大変気の利いたセットが入っていました。
引き出しの中には動きやすい寒いと手触りの良いパジャマ、タオル類が用意されています。防寒のための羽織もハンガーにかかっています。しかもデザインがとっても可愛いのです。枕は好みに合わせられるようにいろいろ置いてあります。今度は玄関を入って左手の扉を開けてみます。青の座さんは2019年の5月にオープン。まだ開業されて2年ほどですので、設備がピカピカに綺麗です。トイレは TOTO のネオレスト。広く取られたスペースは暗めの照明で落ち着いた空間になっています。普段の動画ではお化粧室をご紹介することはめったにないのですが、とても良かったので映像を入れました。お化粧室の奥には洗面所が続いています。タオルヒーターがあり、ダブルシンクの洗面所。私の大好きなタイプです。客室の温泉は何度も出たり入ったりするのでタオルヒーターは重宝します。そしてドライヤーはダイソンのホワイトシルバー。いつもご覧くださっている視聴者様はご存知かと思いますが、色まで含めて完璧に好みです。アメニティも潤沢にあります。動産素材のスキンケア用品。フランスの高級スパブランド、テマエのシャンプー類。ヘア用品や消耗品まで豊富に揃っていますので大変ありがたいです。黒い天然石で重厚感のあるデザインは高級感を感じます。支笏湖ブルーの青色も素敵な差し色です。ガウンは何気なく便利なので助かります。洗面所の奥は内風呂です。レインシャワーのスペースもありますし、体を洗うためのシャワースペースもあります。シャワーヘッドがスタイリッシュでおしゃれです。水圧も十分な強さ。内風呂はジェットバスです。バスタブも大きくてゴージャスですね。そして外には温泉があります。全室露天風呂付きの湖に面したお部屋です。3、4人一緒に入っても余裕のある広さ。美容液のようなトロットロの手触りで美人の湯と言われる保湿効果の高い温泉です。泉質はナトリウム炭酸水素塩塩化物温泉で弱アルカリ性の低調性です。温泉成分表は紙に印刷したものを額に入れておいてあるのが一般的ですが、こちらは材質が木製でこんなに細かいところまでこだわられていることが素敵だと思いました。さて、玄関から正面の扉、メインルームへ参ります。縦長のお部屋で手前にベッドが配置されています。セミダブルサイズのベッドが2台。青の座さんの客室は全部で25室。全室100平米以上のスイートルームでレイクビュー。客室露天風呂付きです。4種類のお部屋があり、そのうちこちらは一番低い価格です。ベッドスペースの奥にはリビングダイニングがあります。こちらのお部屋からもテラスを出て露天風呂へと行くことが可能です。壁の中にテレビがあり、使用しないときは閉じられるので景観を損ねません。チェックインはお部屋で行われました。ウェルカムドリンクはシャンパンのフルボトル1本です。スパークリングワインではなくシャンパーニュです。一緒にフルーツとチョコレートが運ばれてきました。常温のお水に湯沸かしケトル。コーヒーメーカーはコーヒーからお煎茶まで作れるタイプです。紅茶もあります。冷蔵庫の中のドリンクも無料でいただけます。天然水はガスありガスなしともにイギリス王室御用達のヒルドンです。少し種類が少なく感じますか？ご心配には及びません。ルームサービスもオールインクルーシブなのですから、高級なウイスキーにワイン、
お食事など追加料金がかからないとは思えない豪華な品揃えです。14時にチェックインさせていただいて、シャンパーニュとフルーツにチョコレートと優雅なマリアージュを楽しみながら、テラスでぼーっと涼んだり、温泉で癒されたりしながら、のんびりとした午後を過ごすことができました。お食事処の料理屋水城にやってまいりました。北海道は魚介類もお野菜もお肉も食材が最高ですので、本当に楽しみにしていました。それぞれ独立した個室にてお食事をいただけます。窓の外の素敵な景色をぼんやり眺めながら、食前酒にシャンパーニュをいただきます。まずお先付けです。利尻昆布を食べて育った利尻のウニはウニの最高峰。タラバガニとユリ根が合わせられたさっぱりとした一品です。北海道産のアスパラとホタテ、マイクロミニトマト、トリュフ塩をつけていただきます。日本酒は地元北海道の3種類利き酒セットをお願いしました。エゾアワビのお椀。一緒に入っているのは蓮芋と純菜です。お作りは2名分の盛り込みで運ばれてきました。長崎のマグロと北海道乙部のヒラメ、苫小牧のホッキ貝、エビの中でも最高級の一つ、ボタンエビはオホーツク産。立派です。利尻のウニ。レベルの高さがよくわかりました。焼き物は日本のお魚の中でもトップクラスの高級魚、キンキです。とりわけ網走のものはトップブランドで高値で取引されています。ナス、黄人参、ヤングコーン。お野菜も美味しいです。マアナゴの養老蒸し。湯葉の入った銀あんがかかっています。メインディッシュは新日高の三石牛のサーロインステーキです。お食事は夢ピリカというお米と未来というトウモロコシを使った北海道のハーモニー。お味噌汁にはキノコとお豆腐が入っていました。食後のお飲み物はハーブティーを6種類から選べました。18時以降カフェインを取らないようにしているので嬉しいです。デザートがまたとっても美味しい一皿で最後までパーフェクトでした。左手の白いものがミルクのジェラートで桃のシロップと白ワインのグラニテに、下にはクランブルと桃のコンポート。中央のホワイトチョコを割ると中からトロトロの桃のソースが出てきました。夜ご飯を終え、すでに最高に幸せな気持ちですが、楽しい時間はまだまだ続きます。食後にバーへやってきました。北海道のひんやり綺麗な空気が心地よいです。テラスのソファー席にてお酒とおつまみをいただきました。オールインクルーシブのため、こちらでの飲食も追加料金はかかりません。いわば食べ放題、飲み放題にもかかわらず、メニューが豪華で驚きます。エゾジカのパテ、北海道産子牛のテリーヌ、支笏湖サクラマスの自家製スモークとサワークリーム、見た目も美しいオリジナルカクテルはショートで大人のお味でした。館内をご案内いたします。こちらではお手紙の郵送もオールインクルーシブ。切手を貼らずにポストに投函して OK です。ここまでしてくださるのかと驚きました。ショップ青葉。北海道を中心に日本の伝統的な技法を用いた雑貨、センスの良さが光るお土産が並んでいます。また館内には美術品も多く見られ、中でも縄文土器が惜しみなく展示されていることが印象的でした。それではお部屋へ戻って就寝しましょう。
おやすみなさい。おはようございます。旅館の朝ごはんってとっても楽しみですよね。夜と同じくお食事処の個室で朝ごはんをいただきます。和食と洋食両方お見せしますね。どちらを選択しても5種類のドリンクは共通しています。左から北海道産の牛乳、桃太郎トマトジュース、ブロッコリーとほうれん草、人参とメロン、ブルーベリーとヨーグルト。それでは和食からご紹介いたします。戦国豆黒納豆、牛肉のしぐれ煮、いくら。朝のお刺身も北海道らしい品々で豪華です。貝の旨味たっぷりのお味噌汁、国産のキングサーモン、北海エビ、エビ新庄のウニのせ、香の物にがごめ昆布と山わさび、自分にタラバガニ豆腐寄せ。お次に洋食です。クラムチャウダー、生ハムサラダ、お豆の煮込みとソーセージ、エスカベッシュ、オムレツとヒラメのムニエル、蒸し豚。4種類の自家製パンはそのままでも、いちごジャム、小豆バター、トリュフバター、こちらをつけてもまた美味しいです。デザートはよろしければバーでいかがでしょうかとおっしゃっていただき、ソファーへ移動。栗山町のいちごと余市のブルーベリーが入ったヨーグルト。のんびりデザートとコーヒーをいただきながらチェックアウトまでの時間を優雅に過ごせました。静岡県伊豆市にある落合楼さんに宿泊しました。1874年創業、国の有形文化財に登録された老舗旅館です。大浴場の温泉とサウナが素晴らしいと知名度の高いお宿ですが、それだけではありません。今までご紹介してきたお宿と比べても特にお食事のレベルが高く、大満足の滞在となりました。詳しくご紹介してまいりますので、ぜひ最後までお楽しみくださいませ。チェックインはラウンジで行われます。こちらのお宿は飲食代が宿泊料金に含まれているオールインクルーシブですので、もちろん高価なお酒などは有料ですが、基本的に好きなものを好きなだけいただけます。ウェルカムドリンクはスパークリングワインをお願いしました。ウェルカムスイーツはくるみの輪3本です。約4000坪の土地に客室はわずか16室。今回は客室に露天風呂がついた山桜のお部屋です。いつもの通り料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋や館内施設、お食事などの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。山桜はセミダブルベッドが2台並ぶ 66.66 平米のお部屋です。一歩足を踏み入れると床暖房による足元の暖かさに自然と微笑みがこぼれます。一つ一つ職人さんの手作業で作られた繊細な組子細工。江戸時代から昭和にかけて
伊豆は金銀の採掘場として栄えていました。伊豆三大金山の一つである持越鉱山のオーナーだった足立光俊氏が客人をもてなすために迎賓館の役割としてこの場所に建てたことがこのお宿の始まりです。1874年に創業し、その後1933年に大改装をされています。その時に建てられたのがこの今も現存している建物です。島崎藤村、川端康成、和歌山牧水など名だたる文豪もこの旅館で執筆に没頭しました。テレビの下には冷蔵庫があります。オールインクルーシブですので、アルコールも含め冷蔵庫の中身はすべて宿泊料金に含まれています。お菓子は冷蔵庫の中にどら焼きと机の上におかきがありました。コーヒーと伊豆名産の栗茶。お砂糖が富士山の形で可愛いですね。向こうの広縁側からも、こちらの廊下側からもバスルームへ行けます。2019年に水回りを中心としたリニューアルをしており、非常に清潔感がありピカピカに綺麗です。アメニティはカグレという日本のブランド。筒の中にはコットン、綿棒、紙ゴム、ヘアバンドが、黒い箱の中には歯ブラシ、ヘアブラシ、カミソリがすべて人数分入っています。クローゼットの中には浴衣が用意されていました。お化粧室も綺麗です。ロゴのエンボスもいいですね。鳥のさえずりを聞きながら草木の香りの中で入るお風呂は格別です。すだれを下ろして目隠しすることもできます。露天風呂にシャワーもついています。シャンプー類は弥生という日本の素材を使ったブランドです。大浴場をご紹介いたします。趣をことにする大浴場が2つあり、日ごとに男女が入れ替わりますので、1泊でもチェックイン日とチェックアウト日でそれぞれのお風呂を楽しむことができます。2つの大浴場の間にはお水、牛乳、コーヒー牛乳に生ビールまで用意されています。月の湯は大きな宇宙が特徴で、凛とした雰囲気のシンプルな作りになっています。落合楼さんのサウナは非常に評判が良く、こちらへいらっしゃった際にはぜひ利用していただきたい大きなおすすめポイントです。温度計がないので定かではありませんが、サウナ行きたいによると茶室サウナは90度だそうです。ガラス張りでお外の景色を見ながら入れるのでとても癒されます。サウナ室の下が水風呂で川のお水も引かれています。体感は15度ぐらいに感じました。川のせせらぎを BGM に整えるスペースも最高です。バスタオルとフェイスタオルはもちろん、ヘアブラシ、カミソリ、シャワーキャップ、ヘアゴムなど、クレンジング、お化粧水、クリーム、コットン、綿棒など、アメニティがたくさん揃っていますので、快適に過ごすことができました。その昔、天狗が好んで浸かりに来たという伝説の残る天狗の湯は、金山の採掘場をモチーフにして作られた洞窟風呂が魅力的です。
広い温泉で外も中もつながっています。泉質はカルシウムナトリウム硫酸塩泉 pH 値 8.2 の弱アルカリ性です。やはり天狗の湯もサウナがすごすぎます。しっかり高い温度が保たれたサウナ室は中に温泉の滝が流れており、温泉水を贅沢に使ったロウリュができます。ずっと温泉が流れているおかげで湿度が高いのも嬉しいです。温泉は足元まで流れています。ロウリュをすると一気に温度は体感100度くらいへ上昇。目の前の自然が飛び込んでくるガラス張りのサウナで水の流れる音を聞きながら最高のサウナ体験ができました。サウナ室の目の前にあるシャワーで体を流したらいよいよ水風呂へ。目の前に流れている川からお水を引いた天然水の水風呂。11月下旬はもうキンキンに冷たかったです。外気浴スペースも川に真正面を向き、大自然に癒され極上に整います。もちろんお水は飲み放題で、綺麗なタオルもたくさん用意されています。おしゃれな板とうちわ。サウナの良さがわからないという方も騙されたと思ってぜひ一度教科書通りにやってみていただきたいです。お食事は朝晩ともにお食事処の個室でいただきます。オールインクルーシブですのでお飲み物は飲み放題です。予約時間に合わせすでに前菜がセットされています。アルコールを飲めるか尋ねられ、乾杯酒として地元静岡の日本酒白隠正宗が供されました。前菜は3種類のお料理の盛り合わせです。シャモのごま和え、上にくるみ、自家製のこんにゃく、中に巻かれているのはわさびです。菊菜のおひたし、甲州スパークリングワインもお願いしました。お先漬けで手長エビと浜名湖の海苔。この段階でこちらのお料理は素晴らしいと確信しました。富士山のふもとで育てられている富士山岡村牛ときのこの小鍋。牛のお出汁が最高に美味しいです。お好みで落合楼さんオリジナル七味唐辛子をかけて。牛肉が柔らかいです。お次はお作り。小さな器の中はアオリイカのわさびあえ。もう一方の器は石垣鯛と黒むつ。巻いてあるのは菊です。続いては揚げ物が来ました。一番奥はアジのかき揚げ。周りがカリカリに揚がっています。手前右はイノシシのレンコン挟み揚げ。イノシシはひき肉状で臭みが全くありません。左は小芋の唐揚げ。揚げ物の後はさっぱりと焼き梅のお吸い物。かつおだしが効いていて美味しいです。焼き物は天城紅姫あまごと原木しいたけの炭火焼き。きれいなお水で育ったあまごは臭みがなく、脂が乗っていてしっとりとした身質で美味しいです。
添えにはからすみの磯辺餅。熱燗が進みました。お肉料理は伊豆で採れた鹿ロース肉のわら焼き。こんなに柔らかくて鉄臭くない鹿肉はなかなかありません。お好みでごまラー油をかけて、醤油麹の甘み、ラー油の辛み、お塩の塩味、大根の抜け感、すべてがバランスよく重なり合っています。締めのお食事は桜エビの天バラご飯です。お味噌汁は手長エビの赤だしです。サクサクの食感で香ばしい風味の桜エビとタレのかかったご飯との相性が抜群でお箸が止まりません。おかわりしました。お昆布も柔らかいところだけよってある細やかさ。デザートはラウンジか客室の好きな方でいただけるとのことで、ラウンジへお持ちいただきました。デザートは右側の葉っぱの器がさつまいもの焼き菓子で、左側の器がほうじ茶のアイスときな粉のクリーム。どのお料理も美味しく感激しました。違う季節にもまた必ず来たいと思います。夕食後にお夜食の希望を聞かれ、お願いした時間通りに届けてくださいました。それではおやすみなさい。おはようございます。夜中から雨が降り、今日は空気が潤っています。朝ごはんも昨夜と同じお食事処の個室でいただきます。昨日は気がつきませんでしたが、窓のお外に山が見えるのですね。小松菜とりんごのジュース。甘くて飲みやすいお味です。頑張って早起きをしてサウナを3セットしてきましたので、万全の体調でお腹が空いています。根菜類がたくさん入ったお味噌汁。ご飯にはわさびと鰹節をのせて少しお醤油を垂らして、お魚は金目鯛。お海苔の混ざった畳いわしは初めてです。小鉢の中にほうれん草のおひたし。正方形の器の中には手の込んだ小さなお料理がいろいろと敷き詰められています。しらすおろし、お野菜、人参のきんぴら、しいたけ、がんも、白いだし巻き卵、湯葉。柿は程よい柔らかさで甘みがあります。ごちそうさまでした。貸し切り露天風呂をご案内いたします。利用時間は50分、チェックイン時に予約を入れ、予約時間になったらフロントで鍵を受け取ります。離れの建物1軒丸々貸し切りになっています。こちらもアメニティ、タオル、ドリンクを完備。非常に広いスペースにシャワーが3つ。大きな露天風呂に浸かりながら渓流の音を聞き、ぼーっと無心で贅沢な時間を過ごせます。雨が降っているのもまたオツでした。夕方17時と朝10時から20分間、文化財のツアーが行われています。世界恐慌真っ只中の1933年、地域経済発展のための意も込めて
2代目足立健二氏が金鉱山を売却した資金で建物の大改修を行いました。天井はうずら木と呼ばれる屋久杉などから稀に出てくる希少な木目が使われ、この柱は四方柾と呼ばれる全面が柾目の木の中心部分を使うなど、細部に至るまで職人のこだわりが光っています。地域のために建てられた建物であったためか、貴重な鉄製の瓦も太平洋戦争下において奇跡的に政府から没収されず、照明なども当時のままの姿を見ることができます。真東の窓には気境の細工がされ、落とす影の形から季節を感じられるそうです。美しい建築と興味深いお話に触れ、大変勉強になりました。館内の施設をご案内いたします。ラウンジの下の階には娯楽室があります。夕食後にこちらでサッカーのボードゲームや卓球をして盛り上がりました。ショップには館内で使われているアメニティやサウナハット、七味唐辛子などの落合楼さんオリジナル商品を購入できます。自転車を借りることが可能で、常連の滝までは20分ちょっとです。アクセスをご案内いたします。落合楼さんは静岡県伊豆半島の真ん中あたり、伊豆湯ヶ島温泉に位置しています。公共交通機関を使う場合は、最寄りの修善寺駅まで新幹線と在来線で羽田空港から2時間前後、成田空港から3時間前後です。修善寺駅から車で20分ほどの道のりは、事前の予約で無料送迎していただけます。静岡県伊豆市にある落合楼さんへ宿泊しました。前回は11月末、今回は4月末で半年も経たないうちに再訪です。前回とはお部屋を違うところにしていますし、前回ご説明できなかった部分もこの動画でたくさんご紹介いたします。季節も違うのでお料理の内容も変わっていますし、初めての方はもちろん、前回の動画をご覧くださった方にも初めての情報ばかりでお楽しみいただけるよう、特に意識して動画を制作しました。チェックインは15時、ラウンジで行われます。日本産のスパークリングワイン、白ワイン、生ビール、ハイボール、日本産の瓶ビール、ノンアルコールのドリンクも充実しています。オールインクルーシブでお飲み物やお菓子など追加料金はかかることなく、好きなものを好きなだけいただくことができます。チェックインが15時で、チェックアウトは11時と一般的なスケジュールなのですが、とにかくこちらでは時間が足りなくなります。今回は別館民運亭2階の松風のお部屋に宿泊しました。料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお食事、館内施設、サービスの内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。まず手前のお部屋、次の間にクローゼットと金庫があります。そして奥へ進んだ先が本間です。本間は10畳あり、それ以外に床の間と板の間、広縁があります。前回の紅葉の季節に続き、今回は新緑の季節に来ることができました。こちらのお宿はオールインクルーシブで、お飲み物やお菓子などはすべてあらかじめ宿泊料金に含まれています。
蔵庫の中身はビール、ハイボール、チューハイ、ミネラルウォーター、ジュースです。寝室は別に分かれているスイートタイプのお部屋です。セミダブルサイズのベッドが2台。それぞれのベッドの枕元に調光がついています。コンセントも1人ずつ用意されており、ゲストが快適に過ごせるよう設計されていると感じました。ここ伊豆湯ヶ島の地は江戸時代以前から温泉を楽しむ湯治客で賑わっていました。お湯の流れ出てくるところに結晶ができていることから、なんだか体に効きそうな感じがします。職人の技が光る工芸品は昔のまま残してありますが、2019年に大規模な改修工事をされたため、設備がとても綺麗です。トイレは TOTO のネオレスト。お部屋に必要なアメニティがすべて揃っています。カミソリ、ヘアブラシ、歯ブラシ、クレンジング、お化粧水、美容液。特にクレンジングは最初からお部屋に置いていただけているのがありがたいです。缶の中身はコットン、綿棒、ヘアバンド、ヘアゴム、シャワーキャップ、ドライヤーはレプロナイザー 3D プラス。シャンプー類は日本のスキンケアブランド弥生です。浴衣のセットは1人2着ずつ用意されています。落合楼さんのすごいところは、歴史のあるものを残しつつも、適材適所で設備が新しく改装されていて、隅々まで清潔なのです。畳もきれいに保たれています。2つの川が落ち合う場所であることから落合楼と名付けられたこのお宿では、どこで過ごしていても川の流れる音が心を癒してくれます。そんな素敵なお宿の中でも特に心と体を癒してくれるおすすめの場所が3つの大浴場です。まずはじめにご紹介するのは天狗の湯。昔この伊豆エリアでは金が採掘され繁栄していました。その金鉱山をイメージして作られた洞窟風呂が魅力的です。そして他にはないすごすぎる設備がサウナです。中では温泉水の滝が流れています。本場フィンランドのサウナ入浴法で、このサウナの石に水をかけて蒸気を発生させることをロウリュというのですが、それが温泉水でできるのです。窓から川の景色が見えることも好きなところです。体がしっかり熱されたら、扉の目の前のシャワーで汗を流して水風呂へ。サウナ室、水風呂、整いスペースの動線が完璧です。それぞれ10歩以内ずつだと良いと言われています。眼下に川が流れていることも最高です。おしゃれなうちは座面に敷く板、タオル、虫除け、アルコールスプレー、ミネラルウォーターが用意されています。アメニティも充実の品揃えで至れり尽くせりです。前回はなかったヘアオイルが仲間入りしていました。老舗ですのに今なお進化し続けている意識の高さがすごいです。このレベルとなるとタオル類やカミソリ、ブラシ、シャワーキャップなどは当たり前のように置いてあります。天狗の湯と月の湯2つの大浴場の間にドリンクコーナーがあり、ミネラルウォーター、牛乳、コーヒー牛乳、生ビール、ハイボールを自由にいただけます。
天狗の湯と月の湯は1日ごとに男女入れ替えのため、1泊でもチェックイン日とチェックアウト日で両方のお風呂を楽しむことができます。デザインが全然違い、でもどちらも良いので、ぜひ両方入るのがおすすめです。ものすごい広さの内湯です。4000坪の敷地に客室数がわずか14室で、さらにそれぞれのお部屋のお風呂を楽しまれる方も多いためか、前回も今回も館内で他の方に会うことがほとんどありません。天狗の湯も月の湯も2時間くらいいましたが、毎回貸し切りでした。茶室をイメージして作られた茶室サウナ。真下0歩の距離には川から引かれた天然水を含む水風呂。私の好きなサウナの条件は、綺麗で90度以上でガラス窓から外の自然が見えて混んでいないこと。落合楼さん以上のサウナに出会ったことがありません。圧倒的に優勝です。3つ目にご紹介するのは貸し切り風呂の星の湯です。チェックイン時に予約をして、予約時間にフロントで鍵を受け取りました。前回星の湯に来た時は雨でしたので、また違った景色をご覧いただけると思います。貸し切り風呂のお時間は50分間です。離れになっている星の湯は他の建物とはテイストが違い、ロッジのような雰囲気。脱衣スペースが広く、カゴは6つありますので大家族でも大丈夫です。他の大浴場と同じでアメニティなども完璧に揃っています。お部屋のお風呂もいいのですが、圧倒的な大きさと開放感が贅沢です。温泉の泉質はカルシウムナトリウム硫酸塩泉 pH 値 7.8 の弱アルカリ性です。目の前を綺麗な水色の川が流れていく景色は本当に癒されます。時間が足りないくらい施設が充実していて楽しいです。夜ご飯はレストランでいただきます。オールインクルーシブですので、ドリンクは飲み放題です。利き酒セットは地元静岡のお酒を少しずつ飲むことができるのでおすすめです。前菜は予約時間に合わせてすでにセットされています。ディナーの開始時間は17時30分か19時30分の2択から選べました。のらぼうのおひたし、天城しゃもの肝とじゃがいも、手作りのこんにゃくと茎わさび。続いては相模湾で採れたサザエの酒蒸し。お出汁のゼリーがかかっています。熱々の状態で提供されたのは天城しゃもと修善寺産黒米餅の小鍋。お好みで落合楼さんオリジナル七味唐辛子をかけて。お作りは2種類。紅姫あまごの漬けと黒むつでうどを巻いたもの。漬けにはお味がついていますが、黒むつは盛岡お醤油でいただきます。お次は揚げ物が3種類。伊豆で水揚げされた地アジとしその春巻き。イノシシの原木しいたけ挟み揚げ。手前の柑橘はコンタというとても甘い金柑です。
揚げ物のお口直しに焼き梅のお吸い物。焼き物はマダイの西京焼きとたけのこの炭火焼き。手前に添えてある柑橘は黄金柑というみかんの仲間で糖度が高いです。メインディッシュは静岡県産牛サーロインのわら焼き。奥はそら豆の炭火焼きです。醤油麹かお塩でいただきます。締めのお食事は駿河湾で採れた桜エビの天バラご飯。修善寺湯葉の赤だし。地元農家さんの春キャベツはお塩のみで浅漬けにしてあります。デザートは桜大福といちごとバニラアイスにホワイトチョコクリームが敷いてあるスイーツ。レストランのお化粧室もピカピカで、アルコールスプレーなどの前には珪藻土のコースターが敷かれていたり、細やかさが素晴らしいです。お部屋に戻るとお夜食が置いてありました。可愛らしいサイズの塩むすびです。ごちそうさまでした。おやすみなさい。おはようございます。実は前回こちらに訪れた時とはレストランが新しい場所に変わりました。ディナーでお気づきになられた方はいらっしゃいましたか？まず一口柚子ジュースが供された後、お味噌汁とご飯が到着しました。お野菜からお出汁が取られた優しい甘みのお味噌汁。土鍋で炊かれた白米。気持ち固めで絶妙なちょうど良さです。ほうれん草のおひたし。がんも、人参のきんぴら、しらすおろし、湯葉、海苔の佃煮など大好きな和のお料理です。焼き物が焼きたてで運ばれてきました。地元伊豆で有名な金目鯛の干物とお出汁たっぷりでふわふわのだし巻き卵。伊豆は日本有数のわさび産地です。ご飯に鰹節とお醤油をかけて。デザートは静岡県産の瀬戸かみかんです。とても甘くて上質な風味でした。館内の施設をご案内いたします。玄関近くにはショップがあり、窓から明るい光が差し込んでいます。ここでしか買えない落合楼さんのオリジナル商品が並んでいて、滞在中に出会ったものとの再会に早くも懐かしい気持ちになります。オリジナル七味唐辛子は特におすすめです。ラウンジの真下にユニークな娯楽室があります。昭和の時代にタイムスリープしたかのようなレトロで可愛いゲームを楽しめます。ゲームはやっていて自然と笑顔になれますし、心のリラックスにもなると思いました。アウトドアやサウナ好きなら一度は体験してみたい大自然の中でのサウナ。しっかりと温まった後は目の前の川に入って整うこともできます。テントの横にバスタブが2つあり、そちらに水風呂と温泉が用意されます。テントサウナはオプションですので、料金などはお宿にお問い合わせください。お宿から4キロほどのところに常連の滝があります。
外国の方は驚かれるかもしれませんが、40年ほど前の有名な曲にこの滝が出てくるため、ほとんどの日本人は初めてここに来るとこれが常連の滝かと感動します。電動自転車を無料で貸していただけるので、近隣の観光も楽々です。静岡県伊東市にあるホテル二人木漏れ日に宿泊しました。神奈川県の西部から静岡県の東部のあたりは箱根、伊豆、熱海、伊東など人気の温泉地が連なっており、レベルの高い高級宿が何十軒と拮抗する日本屈指の温泉リゾート地です。現在こちらのホテル二人木漏れ日はレベルの高いこの地域で一休 .com 口コミ評価ランキング第1位を獲得しています。チェックインは15時。ラウンジでウェルカムドリンクとスイーツをいただきました。ラウンジには本やコーヒーなどが置かれており、滞在中自由に利用ができます。後ほどディナーで訪れるレストランを通り過ぎて、まずはお部屋へと参りましょう。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋、お食事、サービス、設備などの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。こちらは最上級客室のプレミアムスイートで、広さは約100平方メートル。ベッドルームとリビングを隔てる壁がないため、とても広々としています。そして何といってもこのパノラマが素晴らしく、お部屋に入った瞬間に感嘆の声が上がります。このインガーデンというスペースはこだわりの一つ。テーブルとデイベッドが配され、屋外と室内の良いとこ取りの空間です。遮るもののない絶景に癒されました。ハワイの別荘をイメージしたホテル二人木漏れ日。海辺のお家のようなのんびりとした雰囲気です。こちらのホテルは大きな特徴を持っており、お食事、お飲み物がオールインクルーシブになっています。コーヒーマシンはネスプレッソ。紅茶と日本茶も揃っています。ささっと使える水道。下の部分は冷蔵庫です。オールインクルーシブですので、冷蔵庫内のドリンクもすべて宿泊料金に含まれています。冷蔵庫は向こう側にもあり、こちらの扉の中に収納されています。冷凍庫にハーゲンダッツのアイスクリームと、冷蔵庫にポカリスエットとミネラルウォーターが入っていました。お部屋の中央はくつろぎのリビングスペース。壁側にはテレビやデスクもあります。こちらはルームサービスのメニューです。いろいろと注文しましたので、後ほどご紹介いたします。1台20万円ほどする藤井良機のマッサージチェアがお部屋に2台。想像の何倍もすごかったです。ここでマッサージされながら動画編集をしていました。マッサージチェアのお隣にはベッドエリア。シモンズ社がホテル専用に開発した少し固めのマットレス。ゆったりダブルサイズが2台です。
枕元にスイッチが集約されていたり、3つ口の充電器が2つ用意されていたり、細かいところまで過ごしやすさが考えられています。ベッドのお隣にはクローゼット。館内着は上下に分かれているタイプで着心地が良いです。ズボンプレッサーと羽織もありました。続いてはバスルームをご案内いたします。ダブルシンクでかつとても広い洗面所。アメニティもたくさん用意してあり大充実です。THC のクレンジングオイル、洗顔フォーム、ローション、乳液、フランスハズ、手前のシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ローション、洗い流さないトリートメント、コットンと綿棒、ブラシ、歯ブラシ、カミソリ、シェービングフォーム、ヘアゴム、ヘアバンド、シャワーキャップ、基礎化粧品セット。ドライヤーはレプロナイザー 3D プラス。カールドライヤーとヘアアイロンまで用意されています。パイル地のガウン、タオルウォーマーも設置されています。扉の向こうはシャワールームです。水音があまり聞こえてこないほど防音がしっかりしています。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープはこちらにも用意されていました。お風呂にもエアコンがついているため、暖房を入れて快適にシャワーを使えました。こちらは楽しみにしていた展望温泉です。伊豆半島では珍しい茶褐色の濁り湯で、泉質はナトリウムカルシウム塩化物温泉、pH 値 7.14 の中性です。温度を自在に自分で設定できるため、少しぬるめにしてゆっくりお湯に浸かりながら、この絶景を楽しみました。このお部屋にはまだ設備があります。洗面所からお風呂と反対側にはプライベート岩盤浴が。岩盤浴はサウナとは異なり、温まった岩盤から発生する遠赤外線によって体の芯から温まります。岩盤浴着も完備です。トイレは玄関近くにありました。なんと、プレミアムスイートの客室紹介はまだ終わりではないのです。お部屋の真隣に離れがあり、その先には私たち一組だけのために用意された専用の絶景露天風呂が隠されています。プレミアムスイートは最も眺めが良く、最も豪華なお部屋です。2人木漏れ日の客室数はわずか10室で、さらにその中でプレミアムスイートはたった1室のみです。すぐに埋まってしまいますので、早めのご予約をお勧めいたします。露天風呂にもシャワーがありました。客室と離れの位置関係がどうなっているかと言いますと、一旦お部屋から廊下に出て隣り合わせになっています。タオルと防寒着が露天風呂の前に用意してありました。プレミアムスイートは角部屋で、廊下の手前からカーテンで仕切れるため、露天風呂と客室をつなぐ道も含めてプライベートスペースです。ちなみにルームサービス用の扉があり、非接触で受け取りができますので、お風呂に入っている際などにも便利です。夕食前に早速ルームサービスをお願いしてみました。インガーデンのダイニングテーブルで冷蔵庫のスパークリングワインを開けて、ロケーションも抜群で最高の雰囲気です。
注文したのは黒トリュフの芳醇な香りが贅沢なポテトチップス、伊豆野菜を使った自家製のピクルス、マグロとオリーブのオイル漬け。すぐ近くの御殿場にある渡辺ハム工房の生ハム、静岡の銘柄豚、富士の国ポークのリエット、さっぱりとしたおそうめん。どれもこだわりの品々で美味しく、こんなに食べても飲んでも追加料金がかからないなんてとてもお得で夢のようです。楽しい夕方を過ごせました。少しずつ日が暮れてきて、楽しみにしていた夜ご飯のお時間になりました。地元静岡県産の食材を中心にしたフランス料理のコースです。ただでさえドリンクがフリーフローでいただけて嬉しいですが、少量ずつお料理に合わせてペアリングなどというわがままもソムリエさんが叶えてくれます。1杯目はシャンパーニュ。スパークリングワインではなくシャンパーニュです。一品目の正前菜。地元産のそば粉を使ったガレット生地に毛ガニやキャビア、お野菜が乗っています。カニ味噌やマスタードを合わせたソース、リンゴのピューレやアボカドなど様々な食材をくるりとくるんで贅沢に全て融合させていただきます。パンも良質で、ホイップバターはヨーロッパを思い出させてくれました。一品ずつお料理に合わせて違うワインをご用意してくださり、心から感謝いたします。本当に幸せな気分です。続いてガラスの器に盛り付けされた美しく芸術的なお料理が参りました。2種類のイカ、アオリイカとホタルイカが使われた春らしい一皿です。豚の背脂の生ハムがコクをプラスしてくれています。お料理も美味しいですし、ワインペアリングも最高で、両方のレベルがこんなに高いお宿はなかなか出会えません。お次は浜名湖産のハマグリとホワイトアスパラのフリット。泡はハマグリのお出汁から作られています。どのワインもきちんとお料理と合い、丁寧に解説していただけますので楽しいです。ワイングラスも縁が薄めで好みです。お魚料理が運ばれてきました。糸大きで水揚げされたヒラメとホタテのピューレ、上には黒トリュフがかかっています。ソースは子牛のお出汁とベルモットを合わせたフォンドボーです。一般的にフリーフローでワインが提供される際、ともすれば銘柄は廉価なものが1種類のみで、なみなみ注がれたりとなりがちですが、こちらはたくさんの種類からプロのソムリエさんが、それぞれのゲストの飲む量やペースに合わせてサーブしてくださり、ご説明も丁寧で、群を抜いてレベルが高いと感じました。メインディッシュは佐賀牛のサーロインステーキです。付け合わせのレッドムーンというじゃがいもも美味しいです。デザートの一品目は東京ウーロン茶とみかんのゼリーのようなムースのような滑らかなスイーツです。香りがよく程よい甘さで一瞬で食べてしまえます。デザートの2品目は静岡県産のブランドいちご紅ほっぺを使ったアイスケーキのようなもの。上のメレンゲや散らしてあるクランブルもいちごでできています。青い器に鮮やかな赤い色が映えていて綺麗です。すべてのお料理が上質でとても美味しくいただきました。食後のお飲み物をいただいてディナーは終了です。お料理が美味しくて接客も素晴らしく大満足です。ごちそうさまでした。
料理長は以前アルカナイズにいらっしゃったそうです。道理でクオリティが高いわけですね。夕食を終えてお部屋に戻るとジャズの音楽がかかっています。テーブルの上にはバトラーさんからのお手紙に焦がしと温かいルイボスティーが置かれていました。私は日頃から夜はカフェインを取らないようにしていますので、カフェインレスであるルイボスティーは嬉しいです。ルームサービスは23時30分まで利用できます。せっかくですのでお夜食にいろいろと頼んでみました。大好きな卵かけご飯、青さのりがトッピングされているところがまた良いですね。気になっていたレーズンバターと夕方もいただいたおそうめん、ポテトチップスを注文しました。おやすみなさい。おはようございます。目の前の太平洋から朝日が昇ります。日の出の時刻は今回宿泊している4月の中旬で5時10分頃。朝食は10時にお願いしていたのでぬくぬく二度寝しました。朝食はお部屋のインガーデンで絶景を眺めながらいただけるのが嬉しいです。朝食の内容は和食と洋食2種類から選べます。両方注文しましたので順番にご紹介してまいります。まずは和食から。焼き魚は駿河湾産本鰆の西京焼き。ひじきにカツオのお刺身、天城の卵を使っただし巻き卵。その奥には葉野菜を中心にタケノコやじゃこも入ったサラダ。タケノコが入ると食感が良いですし、ドレッシングのお味がとても美味しかったです。丸い器の中には煮物が入っています。すぐ近くの御殿場で育てられている御殿場ポークと菜の花、タケノコ。ご飯は山形県産のつや姫。一組ずつ芋の鍋で炊かれています。ご飯にかける面白いものがありますので試してみましょう。お献立にはかつお玉と書いてあります。ボトルの中にお出汁が入っていますので、ご飯の上にかつお玉を乗せてお出汁をかけるとお茶漬けになるということです。かつお玉の正体は粉状の鰹節を丸めたものに抹茶パウダーをまぶしたものです。かつお玉を割ってお出汁に溶かしながらいただきました。デザートもいろいろあります。杏仁プリンと旬のフルーツ。今はいちごが美味しい季節ですね。フロマージュブランと蜂蜜。続いて洋食をご紹介いたします。だし巻き卵にも使われていた天城卵の里の卵が入ったガレット。ガレットとはフランス発祥のそば粉生地で作るクレープのことです。ナイフで切ると中から半熟の卵がとろーりと出てきました。とても豪華なサラダ。桜エビとタコ、アボカドやタケノコなどたくさんの食材が使われています。人参ドレッシングをかけていただきました。具材が贅沢です。食パン、豆乳パン、クロワッサン。
ホイップバターといちごジャムが添えられています。丹那牛乳、トマトジュース、リンゴジュース、地元伊東産新玉ねぎのスープ。洋食の方にもデザートは3種類あります。パンナコッタと旬のフルーツ。フロマージュブラウンはクリームチーズとヨーグルトの中間のような感じです。ポットに緑茶、紅茶、コーヒーが用意されています。海を眺めながら最高のひとときでした。お電話1本ですぐにお片付けに来てくださいますので、綺麗になったお部屋でチェックアウトまでのんびり過ごしました。アクセスについてご案内いたします。ホテル2人こもれ日は静岡県伊東市に位置しています。特急踊り子の場合は伊東駅からタクシーで15分、新幹線の熱海駅からはタクシーで30分。在来線では網代駅が最寄りで車で5分、網代駅ホテル間は無料で送迎していただけます。車の場合は東京からおよそ2時間半ほどです。群馬県猿ヶ京温泉にあるル・バンベール故郷さんに宿泊しました。眩しい新緑の季節、思わず深呼吸したくなるような心地よい風が吹き抜けています。チェックインは15時、ロビーで手続きを行いました。こちらのお宿はオールインクルーシブ。お食事代とお飲み物代が宿泊料金に含まれているため、追加の代金を気にすることなく、快適かつ贅沢に過ごせることが魅力です。ところで、私はもうすでにこの時点で素晴らしいお宿だと確信していました。理由は接客が素晴らしすぎるからです。担当してくださった男性スタッフの方が親切で優しくて、立ち居振る舞いや言葉遣いが丁寧で、結果的にこの方のおかげで1泊2日を気持ちよく過ごすことができました。今回私が宿泊したのは最上級客室のエグゼクティブツインルームです。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスの内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。お部屋に一歩足を踏み入れるとその広さに驚かされます。お部屋の広さは90平米。リビングと寝室が分かれているスイートルームです。ル・バンベールはフランス語で緑の風という意味。その名にぴったりの美しい景色がお部屋から望めました。中央に配されたソファーは日本の家具ブランドロックストーンのもの。オールインクルーシブですので、冷蔵庫内のドリンクもすべて宿泊料金に含まれています。湯上がりに嬉しいですね。眺めの良い窓側に書斎スペースが作られています。二面採光の角部屋で最も湖に近いこのエグゼクティブツインはル・バンベール故郷の全客室13室の中でたった1室のみです。リビングの奥にはまだスペースが続いています。一角にはコーヒーとティーのコーナー。コーヒーマシンはネスプレッソです。特別な種類のカプセルがセレクトされていました。お茶は緑茶、ほうじ茶、紅茶が用意されていました。
お隣には洗面所があります。たくさんのアメニティが揃っています。基礎化粧品はクレンジング、洗顔フォーム、化粧水、乳液。おそらく緑の方が男性用で、洗顔フォーム、化粧水、ヘアトニック。緑はメントール系、茶色はウッド系の香りがしました。消耗品のアメニティはコットン、綿棒、カミソリ、歯ブラシ、ヘアブラシが用意されています。よく見ると O の文字がお米型に。食用外のお米から作られた環境に優しい製品です。一番奥の扉はトイレです。シンプルで清潔感のある空間でした。クローゼットは玄関近くにあります。しっかり収納できるウォークインクローゼットです。衣類はすっきりとした浴衣と旅靴下。浴衣の他にサメがあるのが嬉しいです。ハンガーにはガウンと斑点がかかっています。大浴場へ行く際に便利なカゴバッグも置かれています。今度は寝室へ行ってみましょう。ベッドはセミダブルサイズが2台。マットレスは固めの寝心地でした。各ベッドと真ん中にコンセントが配置されていて、電気のスイッチもベッドにいながら操作できるため便利です。また、寝室の片隅には書斎スペースがありました。それではお待ちかねのお風呂エリアを見てみましょう。扉を開けてすぐの場所が脱衣所と洗面スペースです。こちらにも先ほどと同じ基礎化粧品のセットが用意されています。アメニティは先ほどと違うもので、ボディタオル、ヘアゴム、コットン、綿棒、シャワーキャップが置かれていました。タオルは十分ありますし、補充もしていただけます。ドライヤーはパナソニックの最上位機種。風量強めで良かったです。扉の奥にあるシャワールームも清潔で気持ちよく利用できました。シャンプー類はポーラです。そして最高の景色を誇る客室露天風呂。目の前の赤やこが本当に綺麗な水色なのです。泉質はナトリウムカルシウム硫酸塩塩化物温泉、pH 値 7.83 の弱アルカリ性です。美肌効果に定評のある猿ヶ京温泉。嬉しい源泉かけ流しです。絶景を目の前に大満足の夕浴びとなりました。江戸と越後を結ぶ三国街道の宿場町として栄えた猿ヶ京温泉。三国街道の難所である三国峠のふもとに位置し、古来から旅人の体を癒してきました。1560年、かの有名な戦国武将上杉謙信が戦の直前にこの地を訪れました。前歯が8本も抜け手の中に落ちるという夢を見た謙信は、戦の前に不吉な夢を見てしまったと家来に話しますが、家来はそれは片っ端から関八州を手中にするという縁起の良い夢だと謙信を勇気づけました。それに納得した謙信は、その日がちょうど庚申の年、猿の月、猿の日であったことから、この地の名を猿ヶ京と改め、それがいつしか猿ヶ京と表記されるようになったそうです。大浴場をご紹介いたします。大浴場はチェックインからチェックアウトまで深夜早朝も閉まることなく営業しています。アメニティは客室にあったものと同じものがこちらにも用意されています。
ト化粧品は温泉成分が配合されたオリジナル商品です。タオルのみを部屋から持ってくる必要があります。洗い場は4箇所。大浴場には広々とした内湯と景色の良い露天風呂があります。実はこの時台風が来ており、悪天候の狭間で1日目の午後から2日目のお昼、つまり私がチェックインしてからチェックアウトするまでの間だけ奇跡的に晴れてくれて本当にラッキーでした。温泉の効果で暖かさが長く続きます。夕食はフロントと同じ3階にあるレストランでいただきます。オーダーブッフェのようなスタイルで好きなものを好きなだけ注文可能です。お食事もお飲み物もオールインクルーシブで料金に含まれています。まずはじめにオードブルのサービス。マダイとサーモンのミルフィーユです。彩りが綺麗ですね。ここからは自分たちが注文したものをご紹介いたします。こちらはマグロとアボカドのタルタルです。生ハムとカマンベールチーズの包み揚げ。そうそう、言い忘れていましたが、お食事のジャンルはイタリアンです。予約は不要で17時から20時半の好きな時間に入店可能なのが便利でした。こちらはムール貝のオーブン焼きです。グリーンバターソースとベーコントマトソース2種類の味を楽しむことができます。お酒も飲み放題とはつくづくオールインクルーシブというシステムはすごいと思います。メイン料理として牛肉のタリアータをお願いしました。食材がカラフルで盛り付けが綺麗ですね。付け合わせのグリル野菜がとても美味しいです。お肉は群馬県の上州牛ですごく脂が乗っています。こちらはキノコのアヒージョです。お隣の方が絶賛されていたので頼んでみました。ボスカイオーラという木こり風リングイネ。木こり風ということから連想される通り、キノコが使われており、クリームとトマト2種類のソースを楽しめます。続いてはアスパラと生ハムのパスタが参りました。オイルベースでペペロンチーノのような味わいです。こちらのお食事の一番の売りはピザだと思います。特にこのモニカと名付けられたオリジナルピザは絶品で、フキノトウ味噌がアクセントになっています。ミニトマトとマッシュルーム、チーズが調和しとっても美味しいです。水牛のチーズを使ったマルゲリータブッファラ。乳牛のチーズバージョンもあります。こちらのお宿はご夫婦で営まれていて、ご主人がピザを焼かれています。あちらに見えるのが本場ナポリから輸入されたこだわりのピザ窯、マリオアクント。薪の王様と言われるカシの薪の強い火力で直焼きし、短時間で一気に焼き上げることで余分な水分を飛ばしながら旨味を閉じ込めて、外はパリッと中はふっくら仕上がります。デザートにティラミスを注文しました。様々なお料理をいただけて楽しい夕食でした。ごちそうさまでした。ラウンジは22時まで営業していますので、食後のひとときを過ごすにも最適です。ラウンジにはカジノを体験できるコーナーもあります。お部屋に戻ってきました。
のんびり温泉に入って癒されました。早めに就寝します。おやすみなさい。おはようございます。ものすごく快適で、なんと10時間も眠っていました。朝食は洋食と和食から選ぶことができます。おかみさんお手製のヨーグルトドリンクで乾杯。はじめに洋食からご紹介いたします。卵料理のオムレツとベーコン、アスパラ、かぼちゃのポタージュスープ、クリーミーで優しい味わいです。地元で採れたお野菜のサラダ、さりげなくドレッシングが2種類かかっていました。パンはクロワッサン、パンオレ、パンオショコラ、バゲッティーヌ。爽やかな朝の景色も素晴らしいです。続いて和食の内容をご紹介いたします。月夜の産コシヒカリと自家製お味噌のお味噌汁、青菜のごま和えと切り干し大根。火にかかっている小鍋は湯豆腐です。焼き魚は鮭で、そのお隣にはひじき煮とさつまいものレモン煮、卵焼きと大根おろし、ふき味噌は甘めのお味が特徴です。サラダはみずみずしくて、かぶの甘さが印象的でした。こちらのホテルは本当に接客が素晴らしいです。食後にはカフェラテをいただきました。お部屋に戻ると外から耳慣れない鳴き声が。お庭へキジが遊びに来ていました。キジは日本固有種で日本の国鳥です。アクセスについてご案内いたします。ル・ヴァンデール故郷は群馬県利根郡に位置しています。車の場合は月夜のインターチェンジが最寄りのインターチェンジです。東京都心からお宿までだいたい2時間くらいで行けます。電車の場合は上越新幹線の上毛高原駅が最寄り駅で、東京駅から上毛高原駅まで75分、上毛高原駅からお宿までバスで約30分です。アジサイの美しい6月の上旬、静岡県リス河津に参りました。今回お世話になるのは、河津七樽の奥座敷にひっそりと佇む温泉宿、水まりさんです。この場所の歴史はなんと150年以上も前に遡ります。江戸時代慶応元年の1865年、天城峠を越える旅人の休憩どころとして開かれた茶屋、美穂屋がその始まりです。古くから旅人たちに親しまれているこの場所は、時代とともに姿を変え、2022年に水まりとして生まれ変わりました。今回宿泊するお部屋は露天風呂付きの特別室103号室です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。こちらのお部屋は広さ88平方メートル。リビングとベッドルームが完全に分かれ、ゆったりとした二間続きの間取りになっています。玄関を入ってすぐのお部屋がリビングとダイニングです。こ
このお宿のキーワードは何といってもオールインクルーシブ。すべて追加料金なく楽しむことができます。冷蔵庫に置かれているもの以外にも様々なものがラウンジにありますので、また後ほどご紹介いたします。ドリンクメニューから注文することも可能です。コーヒーマシンはドルチェグスト。湯沸かしケトルはもちろん、電子レンジもお部屋にあります。お食事はお部屋食で、ダイニングテーブルかお座敷の好きな方でいただけます。お化粧室はリビング側と寝室に合計2つありました。静かな空間にほのかな茶香炉のお茶の香りが広がります。今度は寝室のご紹介です。お布団はチェックインからチェックアウトまで敷かれている状態です。リビングダイニングと寝室が分かれているおかげで、お布団を途中で敷いたり片付けたりする必要がありません。夕食前にゴロゴロしたり、朝に土寝したりできます。寝室側の扉の奥は洗面所です。アメニティと備品が豪華で驚きました。女性用の基礎化粧品はコーラの BA シリーズでパウチではなく容量の大きいミニボトルのタイプです。イギリスブルドッグのスキンケアセットとカミソリ、ニューヨークスンダリのシャンプー類とシュシュ、ドライヤーはリファです。洗面所のお隣はクローゼットで、その奥はお化粧室です。寝室に戻って、今度はテラスの方へ行ってみましょう。一般的な旅館の和室の広縁にあたる部分が脱衣所になっています。タオルウォーマーがありがたいです。タオル類に加え、浴衣とパジャマが置かれていました。水まりさんは伊豆箱根エリアの高級宿ランキングお風呂部門第1位を獲得しています。伊豆箱根エリアはレベルの高いお宿が非常に多いため、その中でトップになるということは並大抵のことではありません。しかし、こちらのお宿はお風呂だけでなく、接客も非常に素晴らしいと思いました。露天風呂は河津七樽温泉の源泉 100% かけ流しです。毎分150リットル湧出している敷地内にある自家源泉。完全放流式で下水も循環もされていません。103号室は伊豆石でできた四角い浴槽と丸い壺湯の2つの浴槽があります。壺湯の方は小さく見えますが、ちょうど良い形で入り心地が良かったです。泉質はアルカリ性の単純温泉。刺激が少なくゆったり入っていられる温泉です。自然が豊かで時折リスや鹿が顔を見せてくれました。内風呂もあり、シャワーはこちらで浴びられます。こちらにもシャンプー類が置かれています。日本初の高級スパブランドラピデムです。チェックインもチェックアウトもお部屋で完結します。伊豆名産のお茶とともにつるりとしたレンコン餅をいただきました。館内をご案内いたします。水まりさんは3000坪の敷地にわずか3室のみの贅沢なお宿です。大
滞在中、すべての飲食がオールインクルーシブ。自動販売機も無料で利用できるようにお金を用意してくださっています。機械の仕組み上、硬貨を入れる必要があるため、10円を投入してからボタンを押します。自動販売機でドリンクを受け取るという行動が楽しいです。自動販売機以外にも様々な種類のお飲み物がありますし、カップラーメンやパン、駄菓子のコーナーは大人も子供も大喜びです。見たら食べたくなり、ついつい色々いただいてしまいました。どれも懐かしいお味です。小腹が空いていたので満たされました。貸し出し品としてレプロナイザーの 4D プラスもあります。伊豆周辺の観光情報やお部屋で遊べるボードゲーム、浴衣と水鉄砲まで用意されていました。水まりさんはお子様も大歓迎ということで、お子様向けのサービスも大充実しています。かつて大広間だった空間をキッズルームにし、滑り台、トランポリン、テント、乗り物、お人形、絵本などおもちゃ屋さんのような品揃えです。お天気に関係なく一日中楽しめますね。小さいお子様用の貸し出し品無料サービスも非常に充実しています。キッズルームのお隣には卓球台やランニングマシンがあり、大人も軽く運動できます。親との親切な心が伝わってくる共用部でした。夕食はお部屋でいただく懐石料理です。18時または18時30分からお時間を選べました。食前酒として供されたのは低アルコールの日本酒、さぬきクラウディ。まずは季節の恵みを彩り豊かに盛り込んだ先付け3種です。ホタルイカとそら豆、柔らかい手作りこんにゃくの酢味噌和え。見た目が可愛い手まり寿司はヒラメの昆布締めにからすみ、燻製にしたサバの2種類です。ハマグリのお塩浸しは海の香りをそのまま閉じ込めたような一品です。アスパラガスのみずみずしさとトサカノリの食感がアクセントになっています。とあんはあさり新庄のすまし汁。ふんわりとほどける優しい口当たりと貝ならではの深い味わいを併せ持っています。お作りはマトウダイと大門ハタの2種類。マトウダイがまるでボタンエビかのような甘みとトロンとした食感を持っています。静岡県を代表する日本酒、磯自慢を注文しました。取れた日だけ提供されるという天城の鹿。新鮮でかつ処理の仕方が良いのでしょう。とても綺麗な風味で美味しいです。続いてはおしのぎです。車エビ、春キャベツ、アワビの酒蒸しに土佐酢のジュレがかかっています。炊き合わせは糸より鯛のオランダ煮です。オランダ煮とは食材を揚げてからお出汁と合わせる調理法のことを言います。お次のお肉料理のために赤ワインをお願いしました。シー魚には絶妙に火入れされた伊豆牛の友三角。友三角は1頭からわずか数百グラムしか取れない希少部位です。添えられているのは香り高い本わさびと旬の野菜。
お食事は薄い豆のご飯とふのりの赤だしです。ほんのりと甘みのある薄い豆がふっくらしています。デザートは抹茶のパルフェと甘夏のゼリーです。ごちそうさまでした。5月下旬から6月上旬頃は露天風呂の目の前で野生のホタルが飛びます。おはようございます。窓を開けると今日は嬉しいほどの晴天。深呼吸すると朝の空気が体いっぱいに広がります。朝風呂でお部屋の露天風呂を楽しんで、その後敷地内をお散歩しました。水まりとは水しぶきが大きな丸い形になった状態を指します。その瞬間的な水の形は親とゲストの一期一会の関係にも通じるところがあり、その瞬間を大切におもてなしをしてくださっていることが伝わってきます。朝食もお部屋食です。ご当地グルメが詰まった宝箱のような豪華なお料理が次々と運ばれてきます。焼き魚は地元産のアマゴを選びました。脂の乗った鮭のような味わいです。お隣は海苔の入った卵焼き。温泉卵としらす、お野菜のサラダ仕立て。伊豆牛とお茄子のあんかけはコクがあり贅沢なお味がします。土鍋で炊きたての白米も用意されています。品種は伊豆の特別栽培米、絹娘です。炊きたての白米をいかに美味しく召し上がっていただくかということを考えて作られた献立だそうです。どのお料理もちょうど良い塩梅で、決して濃すぎず薄すぎずお箸が進みます。伊豆は海と山に囲まれ、食材が豊かです。そして伊豆の名物といえば本わさび。釣りたてのわさびとおかかをご飯にのせて、この辺りで昔から親しまれているわさび丼にしていただきます。辛みと甘み、粘りのある上質な本わさびです。お味噌汁はしじみの旨味がたっぷり出ています。デザートはいちごの乗ったレアチーズケーキです。チェックアウトは11時。真心を感じる素敵な旅館でした。アクセスについてご案内いたします。水まりさんは伊豆半島の中央部、静岡県加茂郡の河津町に位置しています。東京都心からは車でも公共交通機関でもだいたい3時間くらい。最寄りは河津駅で新幹線を使えば乗り換え1回で行けます。